今回は補修を始める上で絶対に覚えておきたい3つのことについてやっていこうと思います。この3つを覚えていれば補修を始めた時に引っかかる問題を解決できると思います。補修を始めようと思っている人、補修を始めて間がない人が特におすすめの動画です。では行ってみましょう。まず1つ目は下地処理をしっかりやることです。下地処理は補修の工程の中で一番大事と言っても過言ではありません。下地処理を適当にしてしまうと最終的に面が出ず悪い仕上がりになってしまいます。具体的に下地処理は何をするかというと、傷の周りのバリや膨れている部分をカットして傷の縁を押さえ込んでパテを入れやすくしたり面を出しやすくする作業の工程です。まずこの枠の傷を見ていきましょう。シートがめくれ上がっています。もしこのままハードワックスを入れたとしても全然綺麗に仕上がりません。このめくれ上がった部分をカットして傷の縁を押さえ込んでやっと綺麗に仕上げるための下地処理ができたと言えます。この傷をどのように下地処理するか見ていきましょう。まず大きくめくれ上がっているところをカット、めくれ始めの部分をカット、手で触って確認して出っ張っているところをカットしています。次に傷の周りの縁を押さえ込んでいっています。これは爪で押さえ込んでいっていますが、このようにペンの蓋の丸いところで縁を押さえ込んでいってもいいです。なぜ傷の周りの縁を押さえ込むかというと、これは僕が描いた下手くそな傷の絵ですが我慢してみてください。このへこんでいる部分が傷とします。このままパテを入れると傷の縁の微妙なうねりが原因で角が出て面が出ないことがあります。縁をしっかり押さえ込むとこのように角が取れてなだらかになります。この状態でパテを入れるとほんの少し傷は広がりますがきれいにパテが入れられます。これで1つ目の下地処理の重要性を終わります。次に2つ目です。2つ目はとてもシンプルですがとても重要な工程の一つです。1つ目の時もパテパテ言うていますが、パテイコールハードワックスと思って聞いてください。パテの重点はどんな形でも無理くり入れることはできます。ここで2つ目です。はみ出た周りのパテをきれいに拭き取ることです。なぜきれいに拭き取ることが大事かというと、傷の周りがいらないパテでボコボコしていると研磨で面を出そうと思っても面が出ません。研磨でいらないパテを取り除こうと思うとすごく研磨しなければなりません。研磨すると周りも傷ついて今度それを消すのに大量のサンディングシーラーを拭かなければなりません。傷の周りをきれいにしていると研磨もスムーズに終わってサンディングシーラーも少なくて済みます。おそらくこれを重要だと思っている人は少ないかもしれませんが、僕自身はこれでこれ以降の作業がスムーズに進むので重要視しています。これで2つ目を終わります。次に3つ目です。3つ目は均一にスプレーを吹くことです。もし均一にスプレーを吹けなければ今までやってきた補修が水の泡になります。ここまで丁寧に補修してきたので最後もきれいに仕上げたいです。均一にスプレーを振るには直したい材とスプレーの高さを一定にすることが大事です。詳しくはプロが教えるツヤを均一にするスプレーの吹き方の動画をご参照ください。この動画はどうでしたか？参考になったと思ったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。